2025年1月、フィリピンのネグロス島の山奥である果実が収穫されています。赤や黄色の色鮮やかな果実、チョコレートの原料カカオです。カカオポッドと呼ばれる硬い実の中に白い果肉に覆われた豆がぎっしり詰まっています。この豆からチョコレートが作られるんです。甘いね、美味しい。フルーツだ。ダメかよ。ちょっとライチみたいな味する。めっちゃ美味しい。ちょっとブドウっぽい味する。カカオの木は赤道の南北20度カカオベルトと呼ばれる熱帯地域でのみ育ちます。日本ではまだあまり知られていませんが、ここフィリピンも世界的にとても貴重なカカオ生産地の一つなんです。300弱ぐらいですね、あるのが。ワンクールで合計何個分ぐらい？オート数にすると7000とか、実際の抜けると5000とか。ここはフィリピンを拠点に活動する NPO 法人イマジナスが運営するカカオ農園。実は今、現地の人たちと日本人が協力し合い、ネグロス島産カカオを使ったオリジナルチョコレートを作る取り組みが進んでいます。一体どんな味のチョコレートが出来上がるんでしょうか。時は遡り、2023年8月、イマジナスの代表高橋さんとスタッフたちはチョコレートの原料にするカカオ豆を調達するため、現地のカカオ農家を訪ねていました。Next season will be December, right? December, yes, December. Then after that, March. March is the highest. Approx how many kg of cacao? That December. maybe 80 kilos. 80. Approximately. If fermentation goes well, I think we can get very good beans. So I would like to use this for chocolate. You have to spend, Effort many and things to maintain your farm. So let's make it sustainable. Then if the trials are going well, I want him to increase the cacao trees because we need more. Yeah, good cacao. Product. Yeah. 続いて別の農家のところへ。1 kilo bean, sir. The last time. This is the last time, sir. このカカオ豆、農園で見た取れたての豆と見た目がだいぶ違います。実はカカオ豆は取り出してすぐに発酵させ、さらに乾燥させることで長期保存が可能になります。そのため市場に流通するのは乾燥状態のカカオ豆がほとんどです。そしてこの発酵の過程が実はとても奥が深いんです。発酵をしっかりとさせると、まず苦みがもうほとんどなくなっていくっていうのと、フルーティーさとかいい酸っぱさっていうのが出てきたり、ナッツのような感じとか、いろんなこのフレーバーが発酵によって出てくるみたいなんですね。 Did you feel any a difference after you... Oh really? Did you try the taste? Yes, it's sour. Sour. Oh, okay. Instead of bitter, it's more sour than bitter. 発酵がまだ足りなそう。足りないですね。Still incompleted fermentation. So, still little bit purple and then bit bitter. So maybe we need higher temperature. 実はチョコレートはチーズやワインなどと同じ発酵食品。発酵が適切に行われるかどうかでカカオ豆の品質、さらにその先のチョコレートの味が大きく変わります。そのため現地の農家さんと一緒に発酵のノウハウを確立することもとても重要です。実は高橋さんは以前、日本のチョコレート研究の第一人者である広島大学の佐藤清隆名誉教授を現地に招き、こちらの農家さんに発酵の仕方を指導してもらっていました。3つのその菌で発酵が起こるっていうふうに言われていて、最初はその酵母菌で、その後乳酸菌、バナナの葉っぱの表面にもついてるんで、それで覆うんですけど、検気状態、空気がその中に入らないようにしないと、発酵しないんです。もういろんなその菌がこの自然界にはあるので、酵母菌に発酵させたければ、酵母菌が喜ぶ条件を人間が人工的に作ってあげると、
他の菌が繁殖しないんで、それで酵母菌だけが発酵していく。これはこちらの農家さんがカカオ豆から作ったタブレア。ローストしたカカオ豆をすりつぶして固めたもので、フィリピンではこれを砂糖やミルクと一緒にお湯で混ぜ、ホットチョコレートにして飲むのが一般的です。すごい芳醇、すごいなんかワインみたいな味する。この段階で苦味がもうちょっと少なくて、フルーティーさとか酸っぱさっていうのが入ってないといけないんですよ。それがやっぱり生まれないのは発酵のせいかなっていうふうに。豆自体のポテンシャルはある。豆はあると思いますね。一方、この難しい発酵を成功させ、高品質のカカオ豆を出荷している農園があります。ネグロス島の山の中に立地するこちらはフォレストキャンプ。川の水を引き入れた大型プールが有名で、地元の人はもちろん観光客にも人気のリゾート施設です。そしてここの裏側では大規模な自然農園が運営されています。中をオーナーさんが案内してくださいました。これ全部カカオ。めっちゃたくさん生えてますね。あれ釣り堀なんですよ、テラピアの。ああ、じゃあこっちの稚魚が育ってあっちに移されて。アクアポニックスっていう方法があって、魚を養殖しながら上で植物を育てる。この下にその魚の糞とか餌の残りがたまると、それをバキュームみたいなポンプで吸って、このカカオの下に散布して肥料にしてるらしい。でこう循環してると。すごいよ。この水草は家畜の餌になるアゾラ。この水槽では水質浄化の性質を持つホテイアオイを栽培し、川の水を浄化してプールに送っています。こちらの豚小屋ではもみ殻を敷くことで嫌な匂いを除去しているそうです。農園全体で自然の力をとことん活用しています。カカオ豆の発酵機を見せてくださいました。木製で3段重ねになっています。Almost full. So it will generate the temperature 100 kg. if you up to here only no problem. You have to have small boxes. This is 50 kg. 50. How do you store the dry cacao? Some of these had very small insect inside. Oh yeah. How we can avoid? You can dip that in organic insecticide. You're familiar with chili and garlic. Spray on the leaves. Spray. It is seaweed based. Seaweed based. Seaweed based. Foliar fertilizer. It serves as an insecticide. It's a Japanese one. It's that's microorganism. But we can order. Yes. Oh, let's try. I can give you the. 高橋さんたちは現地のあちこちへ赴き、一つ一つ事例を集め、高品質なカカオ豆を安定的に生産する方法を模索しています。そもそもイマジナスではなぜネグロス島のオリジナルチョコレートを作ろうとしているのでしょうか。以前別の動画でご紹介した現地の子どもたちのための寄宿舎建設プロジェクトで、高橋さんはこんなことをおっしゃっていました。この寄宿舎に来た子どもたちがこれからどういう人生をしていってっていうのを考えた時に、単純に寝泊まりする場所だけでは全然それだけのために作っているんじゃなくて、例えばこの敷地内とか日本人の関わりで新たに何か技能を習得するとか、自分の才能が開花するとか、もしかしたらその同年代の日本人と一緒に働きたいなっていうような何かができるかもしれないし、逆に日本人はフィリピン人から学ぶことっていうのがやっぱりすごくあって、そういうふうに養成していく場所っていうのを作っていきたいんですよ。カカオを加工する工房、チョコレートを作る工房所っていうのを今から作りたいなっていうのは次の夢ですね。子供は自分たちがチョコレート作れるってなったらワクワクすると思うんですよね。日本人もフィリピン人も世界に通用するような品質のいいカカオを農家さんと作っていく。で、チョコレートまで作る。この構想を実現すべくプロジェクトを本格始動させた高橋さん。
プロジェクトが進む中で目標はさらに大きなものになりました。我々が住んでいるネグロスオリエンタルの農村部の農家さんとか、そこに住む人たちの成形工場、クラフトチョコレートっていうのを日本で食べることがあって、同じチョコレートでもこんなに違うチョコレートができるんだなっていうので、他の国で作られたクラフトチョコレートをいくつか食べてはいるんですけども、ここで作ったカカオからできたクラフトチョコレートが十分美味しくて、カカオの研究している方とかメーカーの人とかにすでにテイスティングしてもらってるんですけど、評価すごく高いんです。なので全然発掘されてないだけかな。市と協力してカカオの街にする、チョコレートの街にするようなプロジェクトがゆくゆくはできたらいいなっていうところで話を持っていて、カカオ産業を一緒に作っていこうかなみたいな話をやり始めています。しかし目指すものが大きくなれば立ちはだかる困難も増えていきます。フィリピンでやっぱりそのタブレアの需要っていうのは今のところチョコレートよりももちろんはるかに大きいので、they want to continue selling tablea or even stopping making tablea. They want to sell like a cacao beans or chocolate with high class. どうしても我々が今狙ってるチョコレートっていうのはもうハイエンドなんで、ローカルって買える値段じゃないですから、外国人とかお金持ちに来るためのものを作ってるっていうのは、それだけだとなんかやっぱモチベーション上がらなかったりするかなと思うんで。Like if they were to make good quality and then they're selling it at a high price, I think they will still be happy, sir. As long as the price is high, they're good with it. Like their thinking is like, this is very profitable, so let's do this. こちらはイマジナスの現地スタッフレイナさん。カカオプロジェクトのほぼ全てを把握している要の存在です。I am from Zamboanga. I am a local, especially coordinate with key person here and discussing it with Kaikai and connecting with local people. Yes. I have a lot of like reflections wherein I never expected I could do this. In my mind, I can only do so small things, but I just underestimated them. So it's fun. In the top is the fun. Connect local people and Japanese people. It's not difficult for you. At first, it was difficult, but then as time goes on, I got used to like communicating with Japanese and then locals. I see Japanese people as like already like local, like that. So it's not anymore hard for me. Wherein we want to launch a cacao project in Negros Oriental to be known to have production of cacao. That's one of my goals, and then also in the future we can produce chocolate. Not just that, but also to help a lot of farmers. I want to see that like happening already, which is right now we're doing it, but in the future like it's already very established everything. That's what I want to see. こちらは現地の学生インターンのカイルさんです。What's your major in English? Bachelor of Science in Secondary Education, major in English. I want to learn more in the community or I want to learn more and to enhance my skills. I just want to experience more about life, the realization of life. Did you eat the raw seeds? Yes. First time? Yes. Oh, really? First time. Very nutty. It's tiring, but in the same time, it's fun. You can experience new things? Yes, I experienced many things joining Imaginus. 現地の行政をも巻き込む一大プロジェクトだからこそ、現地スタッフの皆さんの存在が大きな助けになっています。そしてこのプロジェクトには先ほどご紹介した佐藤教授をはじめ、日本からも様々なバックグラウンドの皆さんが参画しています。こちらは学生インターンの愛子さんと日本で15年農業ビジネスに携わってきた直樹さんです。実際に私もカカオ農園に行ってカカオの実を取って開けてっていうのをやってみて、やってみないとわからない大変さと
とかあるなと思って、労働力がすごいいるから、労働力を上回るベネフィット、収入だったりが現地の人が見えないと難しいかなと思いました。農業ビジネスってやはり規模のビジネスなので、量が少ないと儲からないって構造になって、カカオをまだ小さい状態から大きくするってフェーズなので、どうしても今は非常に生産量が低いです。不利な状況からちゃんと生産上げていって、儲かることに上げていくっていうサイクルを作っていくまでのジャンプというのは非常に大変かなと思います。非常にポテンシャルは高いところだと思っています。カカオって収益性が高い、今注目されている作物でして、フィリピンは世界的にも珍しいカカオが生産できる国の一つです。ちゃんと栽培していくことができれば、フィリピンの方でしっかり収益の農業が作っていけると思います。近年、日本でも大きく報道されているカカオショック。異常気象や政治状況の影響でカカオの生産量が減少し、カカオ豆の価格が急激に上がっています。今や世界中のチョコレートメーカーが良質なカカオ豆の争奪戦を繰り広げている状態。だからこそネグロス島からカカオ豆を輸出できれば高い収益につながる可能性があるんです。フィリピンでは地産のカカオ豆はタブレアで消費されることが多いのですが、一方でオリジナルチョコレートのメーカーも複数存在します。例えばフィリピン国内で広く販売されているティオ&ヒロ、国際アワードを数多く受賞しているオウロ、ネグロス島の西側オキシデンタル州で作られているクリス・ファドリガ、そしてこちらはミンダナオ島ダバオの有名メーカーマラゴス。ダバオはフィリピン最大のカカオ豆生産地です。直樹さんはプロジェクト成功のヒントを求めてこのマラゴスの農園を訪問しました。and so they sell by themselves, they can manage entire process. This is a very important part for chocolate business. Only making cacao is not so profitable. But if you make chocolate, you can get much money. You can give much money to farmers, and then it can be a more sustainable business. They have very interesting facility. This chocolate museum is in Maracos Garden Resort. It means it is integrated resort. Most of them are Filipino people. And every family member was enjoyed. Some members are interested in chocolate, zoo, camping, super, and in the museum. So we can learn how to make chocolate. So this is also education for Filipino people. So this is like one of the ways to spread the chocolate culture in the Philippines. And then, so this kind of integrated resort can be a good model for immersioners. Actually, so Davao is famous for cacao. The quality was very nice, very rich, very flavorful because they are so professional. They have many experience. She sells the cacao 600 peso per kilo. In Negros Oriental, I guess 200 to 350 peso per kilo is the market price. So 600 peso per kilo is amazing. That's why this lady stopped making tablea. Because making dry bean is much more profitable than making tablea. The cacao in Davao, comparing here, why do you think it's good? And for Imaginas to reach that level, what Imaginas should? In Maracos, there is a very strong farmers union. Farmers unions teach farmers how to grow cacao, how to ferment cacao, how to dry cacao, and then so farmer can process it very well. That's why they can make a high quality cacao. Davao is united, but in Negros Oriental, farmers are very isolated, divided. So we have to unify the power of Negros Oriental. So do they get any financial support from any organization? In Maracos, the farmers union was established by partly borrowed money from USAID. USAID is the American version of JICA. USAID gave instruction for some farmers in Davao, and they came back from the United States. They came back from the United States to Davao, and they used this knowledge and experience and some technical support from them. フィリピンと日本の農業はかなり違いなと感じています。日本ですと水源とか灌漑を集落で管理しようとか農家同士で管理しようという共同の文化があって新しいものを作ってみようとかそういった機運があるんですけども、フィリピンの場合は植民地時代の名残なのか分かりませんけれども、どうしても地主と小作の関係が今でも続いていて、農家もこの流れでしっかり何か
共同して作っていこうという機運がないなとは感じております。フィリピンの主要作物、コーンとかサトウキビとかお米っていうのは出荷して出してしまったら終わりですけども、カカオの場合まず発酵させないといけない、乾燥させないといけない、その乾燥発酵も量が必要なので、農家同士の協力と技術の共有が必要になるので、そこでやはり農家のつながりが必要になると思ってます。やる気を出してくれるかどうかっていうのが全てなので、なぜカカオを生産して売るっていうのがいいのか、具体的な絵で見せないと多分乗ってきてくれないし、長続きしないなっていうのがあって、それをさらに自治体の人にどちらかというと私たちはやってほしいので、その自治体を挟んで農家の人のそのモチベーションを上げていくっていうのがやっぱりすごくキーで、難しいですね。すごい大変だなと思います。そうですね。今日は農家さんから仕入れたカカオ豆でローストの実験をします。そういうのを弾いてしまったりします。ぷっくりした豆ばっかりがね、あるとすごくいいんですけど、結構扁平というか平べったい豆が結構混じってしまうんですよね。130度で45分ぐらい。45分ですね。プロはその豆によってローストの温度とか時間はやっぱり微妙に変えてくるみたいで、ローストの仕方でチョコになった時の味っていうのがやっぱ違うみたいです。フルーティーさとかもローストの仕方で全然変わってくるって言ってました。It's almost 130 now. Yeah, so let's try. これもし焦げちゃったらもう使えないんですか？焦げたらもうダメですね。一発アウトですね。焦げるまでいかなくても、やっぱりプロはちょっとそのオーバーローストとかになると、もう多分全然商品価値はなくなるんで、相当気をつけてると思いますね。めっちゃむずいですね、これね。なんかオーブンからめっちゃいい匂いが。いい匂いしてきましたね。チョコの匂いめっちゃ。サーモグラフィーが欲しいですね。温度測るやつね。ローストの段階でこんなにチョコの匂いになるんですね。パチってね言ったらね、結構ローストされてるんですけど、これでじゃあもう早い、思ったより早い。いや早いっすね。パチパチ焦げてるもんね。そうか。でも焦げてないやつもね結構。むずっ。いや結構全部いったな。本当ですか。たまにいけそうなのあるけど、ちょっと味とこう。ついさっきまで香ばしいいい香りだったのに、一瞬で焦げ臭くなってしまいました。ものすごく繊細です。先ほどカカオ豆を長期保存するには発酵と乾燥の工程が必要だとお話ししました。でもこれはまだチョコレートになるまでの全工程の一部に過ぎません。まずカカオ豆を植えて苗木を育て、それを農園に移してカカオの木を育てます。成長したカカオの木から果実を収穫し、中の豆を取り出し発酵させ乾燥させます。次に乾燥させたカカオ豆をローストし皮を剥きます。この段階の豆をカカオニブといい、これがカカオの純度 100% の状態です。ここから細かく砕き、メランジャーという石臼状の機械で磨細し練り上げていきます。このタイミングで砂糖を加え甘さを調整します。練り上がったものを温度を調節しながら混ぜ、滑らかな口当たりに仕上げます。この工程をテンパリングと言います。最後に型に入れて固めたら、私たちがよく知っているチョコレートの出来上がりです。カカオの最初の原産地は南米のアマゾン川流域と考えられています。人類がカカオに出会ったのは約1万年前。最初は豆の周りの甘い果肉だけを食べていました。その後、豆をいって苦味を消し、すりつぶしてトウモロコシなどと一緒に冷たい水に入れて飲むようになりました。栄養価の高いカカオは神聖視され、神への捧げ物として儀式で使用されることもありました。テオブロマ、神の食べ物というカカオの学名の由来です。以来ずっと飲み物として摂取されていたカカオがチョコレートに進化したのはヨーロッパに持ち込まれて300年が経ってからのこと。
1848年にイギリスのジョセフ・フライがテンパリングに成功し、現在のチョコレートの原型となる固形チョコレートを発明しました。人類がカカオに出会ってからチョコレートを作り上げるまでには1万年もの時が経過しています。たった一粒のチョコレートにも自然の持つ不思議な力と人間の創意工夫の歴史が詰まっているんです。前回の撮影から4ヶ月後の2024年8月、寄宿舎の一角にたくさんのカカオの苗木がありました。これが1 month? 種が割れたやつが残ってる、ずっと残るんよね。すごく発芽率がいいですよね。発芽率いいですね。植えたら出るっていうか。日陰でずっと育てていく。へ寒気などとにかく水をあげないと。含水量は大事なんですね。大事です大事です。何年ぐらいかかるもんなんですか、その実をつけて取れる。3年ですね。カカオ農園に植えていったり、農家さんに配って育ててもらって、でそのカカオの豆かを買い取ってチョコにするという計画です。続いて車に乗ってある場所へ向かいます。到着しました。イマジナスが運営するカカオ農園。高橋さんたちは地元の農家への支援と並行して自分たちでもカカオの栽培を始めていました。ネグロス島の山の上、ジャングルの奥深く。ちょっと分かりにくいですが、ココナッツ以外の低木はほとんどすべてカカオの木です。湿気の多いこのエリアに約300本のカカオの木が生育しています。カカオの種類が大きく分けて3種類あるのでポイントしていきたくて、でもちょっと本数があまりにも多いので1ヶ月前ぐらいまでに咲いてた花が今こんな感じになってて、すごい今いい感じに。これが花です。これとかも鈴なりよね。こういうその落ち葉の裏に蚊とか小さいガーが住んでいて、それがこの受粉をすると。虫のためにこういう葉っぱを残しておく。腐葉土になるので。今日行っているのは育たなかった実や不要な枝を間引く作業。この作業を行うことで栄養が行き届き、より多くの実を収穫できるようになるそうです。茶色くなって虫に全部やられてて、でこういうのを取ってあげて次に集中させてあげる。ネグロス島のカカオ栽培の大きな障害の一つが害虫の侵食です。多くのカカオ農家が害虫被害に頭を悩ませています。一つ一つ手作業でカバーをかぶせ害虫被害を防ぎます。これは確かに気が遠くなるほど大変な作業です。日本を含めカカオが生育しない国では乾燥カカオを輸入してチョコレートを作ります。この乾燥カカオの入手以降の工程を一括管理する製造スタイルはビーントゥーバーと呼ばれます。そしてカカオの生育から全工程を一括管理するスタイルは3トゥーバーと呼ばれ、チョコレートの究極の製造手法とされています。イマジナスのプロジェクトではまさにこの3トゥーバーによってネグロス島の究極のチョコレートを目指しています。4ヶ月後、高橋さんたちはカカオ豆の発酵と乾燥の実験も始めていました。発酵を始めて大体今10日ぐらいなんですね。10日。はい。これ発泡スチロールなんですけど、発酵熱っていうのが出てくるんですけど、発泡スチロールじゃないとその熱が逃げてってしまって温度上がらないんですね。断熱機能っていうのが必要で下がって。うわ、すごい匂いが。匂いすごいでしょ。いい匂い。いい匂いしますか。まず色がもうちょっと茶色い方が発酵が進んで、もっと茶色くてもいいかなと思うんです。あと匂いですね。匂いはすごいフルーティーなワイン風味のお酢の匂い。I want to cut and then see the cross section. これはね、まだやっぱり発酵が、It's purple
もともとのカカオの生の種の色はすごい紫で、はい、あんまり変わってないですよね。あー、これもっと茶色くなるんです。もっと発酵しないといけない。中まで発酵してないですねこれ。別の豆も割ってみます。さっきよりはちょっとね、色がね、若干ね、ああ、裏がある。You can taste bit sour, sour and 苦さはさっきよりマシかな。こちらはなんとカカオ豆の発酵の過程でできるカカオワイン。甘い実の部分から汁が出てカカオジュースになり、それを発酵させるとお酒やお酢ができるそうです。唾と同じ原理。そう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 。わお。チア美味しい。ちょっとジュースチック。美味しい。いいですね、非常に。美味しいお酒に目がない高橋さん、カカオワインが出てくる蛇口までつけてしまいました。別の発酵ボックスも開けてみます。いや、これはね、途中で2回ブースターを入れてるんで。酵母菌？酵母入れてます。すごいこれ。色茶色ですね。46度。あ、すごいすごい。この辺めっちゃうまくいってる。あ、すげえすげえ。こんな上がった初めて。この温度が上がることで、この種が死ぬんですよ。発芽能力なくなるんですね。結構大事で、虫も死んだりとか。ああ、抗菌も兼ねるんです。そうです。発酵した豆を乾燥させるための台も出来上がっていました。乾燥が4、5日から、1週間とか。天日干しですか？天日干しですね。天気悪い時期だとこの乾燥がうまくいかずにカビてしまうので、晴れてる時に最初一気に乾かす。豆のローストもより大型のオーブンで、そしてレーザー温度計に進化しています。温度管理がこれ温度じゃないから、この炎の大きさ、うわファイヤーで、これぐらいかな20分を結構正確に測るので、20分何秒後に取り出したかとかも測ってるので、ちょっと全部してあげて、で、スタート9回ぐらいローストしたことがあるんですけど、5分後の温度測って、10分後の温度測って、その時ミックス左右前後混ぜて記録をしといて、後にこうなんか検証したり今のところ120度で20分ローストするのが最も仕上がりが良いそうです。ちょっとでも時間が経ちすぎるとすぐに焦げてしまうため、ロースト中はつきっきりになります。ローストが終わったらすぐに皮を剥きます。この皮剥きがまた簡単そうに見えて、かなり骨の折れる作業です。私も少し体験させてもらいましたが、硬い皮が爪に食い込んですぐ痛くなってしまいます。しかし皮が少しでも混じるとチョコに雑味が残ってしまうため、丁寧に行う必要があります。この皮剥き作業の効率化も課題の一つです。2025年1月、プロジェクトを終え始めて1年半。いよいよオリジナルチョコレートのプロトタイプが完成したと聞き、撮影に訪れました。発酵機が大きな木箱に進化していました。少し前に作ったんですけど、マホガニー木枠の発酵ボックスですね。この断熱材、建築に使うようなやつなんですけど、それでこう覆って発酵熱がこう外に逃げないように。大きいからたくさん入りますね。そうですね。容量300キロですね、大体。乾燥台も随分大きくなりました。屋根をつけたんですけど、やっぱ漏れるんで、もう一つ下にこうシートをしてて、ちょっとでもね豆に水かかるともう終わりなんですよね。食べれなくなるんで。じゃあ雨季難しいですね。難しいですね。乾燥結構水かかって捨てたんで、ここに来るのにやっぱ半年かかるんで、濡れるとちょっとショックですね。3-2バーのチョコレート作りは本当に一筋縄ではいきません。でもだからこそ成功した時の喜びは格別です。これがもう取り込んだやつですね。ああ、いい匂い、すごいチョコの匂いする。でこれをね割って食べてみましょう。よく乾燥しててパリパリですね。パリパリですね。
あ、美味しい。ローストしてなくても美味しい。そうなんですよ。うまくできてればもうこの段階で美味しいんですよ。酸味あって、フルーティーでちょっとワインっぽい味も。ロースト用のオーブンがさらに新しくなっていました。ついに温度も設定可能に。容量も60リットルと大きく、2段一気にローストできます。いよいよチョコレートに成形するまでの工程を見せてもらいます。でこれで最初に、小さくします。皮むきまで終わったカカオ豆をフードプロセッサーで細かく砕きます。これはメランジャーというカカオ豆をすりつぶす機械です。中に石臼が入っています。まず内部をドライヤーで温めます。こうすることでカカオ豆から油脂が出やすくなるんだそうです。粉状のカカオ豆を投入します。すごい、10分も経たないうちにドロドロになりました。あのパリパリに乾燥していたカカオ豆からこんなに油分が出るんですね。油分豆によって全然違うんで、油脂の量が少ない時っていうのはカカオバターっていうのを別に、加えてるみたいですね。でうちは今までカカオに十分油分があったんで加えたことないんですよ。このまま3日間回し続けます。2日目、もう見るからにチョコレートの状態です。このタイミングでメランジャーに砂糖を投入します。この砂糖の量で出来上がるチョコレートのカカオの比率が決まります。例えばカカオ豆 700g に対し 300g の砂糖を加えたら出来上がるのはカカオ 70% のチョコレートです。イマジナスではこの砂糖もネグロス産のものを使用しています。3日後、マサイが終わりました。中身を取り出してテンパリングの工程に移ります。今45度ぐらいあるんですけど、これをどんどん下げていくんですね。一気に下げるとこの接してる面だけがすぐに固まってしまうんで、ちょっとそれを避けるためにシードテンパリングっていう方法、すでに出来上がったチョコレートというのは綺麗な結晶が並んでるんですね。そのチョコレートを粉砕して特定の割合で入れるんです。そうするとその結晶というのが広がって特定の結晶を作るっていう、すでにできてるチョコの綺麗な結晶に、なんていうかシンクロしていくみたいな感じ。そうですそうです。ただその結晶を入れるタイミングの温度っていうのは結構重要で、 0.5 度単位で調整していかないと失敗します。まだうちらは2回に1回ぐらいしか成功してないんで、テンパリングの難しいのは本当にその豆によって温度も変わってくるんですよ。マニュアルはあるんですけど全然それじゃうまくいかないんですよね。うちの豆に適したそのテンパリングの方法っていうのを見つけないといけないんで、チョコメーカーの人はいろんな国の豆を仕入れてるんで、多分その豆に合ったテンパリングの方法っていうのを多分開発してやってますね。ドライヤーや氷水も使いながら温度を慎重に調整します。狙いの温度になったら型に流し込みます。これを冷蔵庫で固めたらチョコレートの出来上がりです。数時間後、固まったチョコレートを確認します。テンパリングは成功したでしょうか。この白いのが出てますよね。これがブルームという現象で、これ失敗ですね。良い結晶ができていないとこのような白い模様が現れます。今回のテンパリングは残念ながら失敗です。そのシードを入れる温度かシードに何か問題があったか、どっちかかな。ただテンパリングは失敗してもまた温め直してやり直すことができるそうです。こちらはテンパリングに成功したチョコレート。ブルームが出ずツヤツヤしています。これを1枚ずつパッケージしていきます。パッケージに使われているのは前回の動画で紹介したアーティスト沖飛鳥さんの作品です。
アスカさんがカカオ農園を訪問した際に景色からインスピレーションを受けてこの絵を制作されました。ツリートゥーバーのオリジナルチョコレート、ついに完成です。知識と経験が不可欠でとてもデリケートなチョコレート作り。何よりまずはカカオの生産量を増やさなければ始まりません。ビジネス化が難しい一方でフィリピンならではの強みもあるといいます。すごい可能性あるなところっていうのは、フィリピンは町内会のようなバランダとか総合扶助の精神のバイアに反応精神があるので、それを農業にちゃんと活用していければできると思うんですよね。フィリピン人皆さん優しくて協調性があって団結力があるので、それを農業に活かせてないというのは非常にもったいないのでですね、日本の農業に日本の農業の歴史がありますし、フィリピンの歴史がありますので、やはりフィリピンの歴史とか文化とか習慣のような形で運営していってほしいなと思っています。フィリピンの農家の方やフィリピン人がフィリピンの農作物に対して自信を持ってもらうきっかけにはなると思います。フィリピンの人たちが作ったカカオで、フィリピン人が作ったチョコレートで美味しいものができて世界で評価されるというスキルができますと、フィリピンの方々も自分たちの農業に対して食品に対して誇りが持てますので、自分たちはこうだと言えるような誇りを持った農業にできるように我々としては支援していきたいと思っています。植民地時代とか、それ以前から作られてたその構造、それがあるから人々はそこで日雇い労働で働いて、で一応日銭を稼げるけども決してその生活は豊かにならない、その構造から抜け出す一つのオプション、カカオがあったら違った形で収入を生み出せる、働きがいとかを感じながら、あるいは子供と一緒に日々の生活を楽しみながらもカカオをやってれば生活していけるみたいな構造から抜け出して別の生き方っていうのを模索する一つの選択肢にカカオがなったらいいな、そういうのを意識してプロジェクトをやってたりもしています。究極の手法で作られたネグロス島のオリジナルチョコレート。今後はより安定的な製造方法を模索しつつ、ネグロス島内、さらにセブやマニラなどでの販売も目指しています。ネグロス島では2025年4月現在、語学学校デティで購入可能です。さらに留学生の実践授業の一環でカカオ農園訪問やチョコレート作り体験も実施しています。その様子はまた別の動画でご紹介します。ネグロス島がチョコレートの島として名を馳せる日もそう遠くないかもしれません。